どうも皆さんお疲れ様です。敷島テトラです。本日は東京上野にいます。さっき仕事が終わってすかさず帰ろうと思ったんですが、なんと近くで出店が出るタイプのお祭りをやっているそうなので、せっかくだからお散歩してから帰ろうかなと思っています。皆さん、夏といえば祭りですよね。そして祭りがあるということはつまり、そこには絶対にお酒があるということです。じゃあ行った方がいいな。というわけで早速行ってみましょう。現在時刻は18時前です。昼間は暑くて散歩どころじゃないんですが、このくらいの時間になると少し暑さも和らいで外を歩きやすくなりますね。とはいえ少し汗ばむくらいの湿度はありますね。というわけでやってきました。上野恩賜公園です。出店がいろいろ出てますね。まずはどれにしましょうかね。ジメジメして喉が渇いたので、まずは一旦ビールを飲もうと思います。というわけで買ってきました。うまいな。お祭り的な場所で飲むビールでしか得られない栄養って確かにあるよな。上野のここだけお祭りをやってるのかと思ったんですが、不忍池の方からも何か音が聞こえるので、そっちに行ってみようと思います。というわけで不忍池の方にやってきました。ここでもお祭りをやっているみたいです。しかもさっきの恩賜公園のところよりも規模が大きそうです。この辺をだらだら散歩してみましょうかね。たこ焼きの製造工程って見てるの楽しいですよね。工場で物が作られていく過程の動画を見るのが結構好きなんですけど、それに似た楽しさがあります。もし敷島が屋台をやるとしたら、たこ焼き屋さんの屋台になりたいです。というわけで購入しました。たこ焼きです。もう半分くらい飲んじゃってるんですけど、ビールのおつまみとして購入してみました。早速食べようと思ったんですが、タコだけゲットしてしまいました。悲しい。苦戦しましたが、なんとかたこ焼きの外角を釣り上げることに成功しました。たこ焼きを食べてちょっとゆっくりしていたらすぐ暗くなってしまいました。奥に見える屋台が賑やかに光っていて、なんだかいいですね。お祭りって感じがしますね。ここは不忍池弁天堂というそうです。ここで祀られているのは八臂弁財天という8本の腕を持った神様らしく、芸能や音楽の守り神で金運上昇のご利益があるらしいです。敷島も腕が8本あったらもっといろんな作業を並行でできて、めちゃくちゃ作業効率上がりそうですね。まあ頭がそれについていくかは別問題かもしれませんが、屋台で飲み物を買おうと思います。なんかいい感じのやつを飲みたいと思ったらラムネを発見したので、これにしました。ラムネ久々に買ったんですが、この独特な形の瓶が夏っぽくていいですよね。なんならこの瓶で飲みたいからラムネ買うみたいなところありますよね。今の瓶はキャップ部分がプラスチックになっていて、中のビー玉が取り出せるようになってるんですが、昔の全部がガラスでできている瓶は一体どうやって中にビー玉を入れていたんでしょうか。もしかしてオーパーツなんでしょうか。この不忍池には水面を埋め尽くす勢いでハスがたくさん生えているんですが、ハスの見頃はちょうど今頃なんだそうです。見頃なのに花はまだ咲いてないんだなと思っていたら、ハスの花は早朝から朝にかけて咲いて、昼頃には閉じてしまうらしく、夜型人間とかなり相性が悪い花だということが分かりました。敷島が咲いているハスの花を見ることができる日は来るんでしょうか。ちなみにめっちゃどうでもいいんですけど、ハスって植物の中でもめちゃくちゃ昔からあった品種らしくて、1億年前から地球上に存在していたらしいです。
つまり恐竜とかがトコトコしてた時代にすでにハスはあったってわけですね。そう考えるとなんか不思議ですね。さらに歩いてるとボート場に行き当たりました。休日の昼間とかに来るとアベックや家族などがスワンボートを漕いでる姿を見ることができます。スワンボート、敷島は林道湖ファミリー牧場以外では乗ったことがないんですけど、今度ここ来てスワンボートを一人でめっちゃ必死で漕いで周りをビビらしてやろうかな。本物のスワンボートってやつを見せてやりますよ。道を抜けると再び出店エリアに出ました。っていうか、さっきまでフラフラしてたところよりもこっちの方が全然規模大きくて、もしかするとここがメインストリートだったのかもしれません。日本の夏祭りとは思えないここだけドイツなビール屋台があったので、ライチビールを注文しました。ビアカクテルっていいですよね。ライチなのも夏っぽくて美味しかったです。お祭りを堪能したのでそろそろ出ようと思います。さっきまで自然の多い公園にいたのに、そこから出るとすぐに都会の光景が広がっていて、なんだか不思議な気持ちになりますね。今は上野から浅草方面に向かってこんな感じで歩いているところです。夜は散歩しやすくていいですね。やっぱり夏は夜がいいですね。清少納言が言うからやっぱり間違いないんだな。というわけで到着しました。隅田川です。川沿いを散歩したら気分がいいかなと思って来てみました。そしてなんとここに来るまでの近くのコンビニでオリオンビールを買っていました。オリオンビールは夏の季語だと松尾芭蕉とかその辺の人が言っていた気がします。嘘です。この辺りは人も少ないし、道沿いにベンチがたくさん設置されているのでダラダラするのにめちゃくちゃいいんですよね。そして今なら漏れなくスカイツリーが見えてしまいます。お得ですね。皆さん知ってましたか？このスカイツリーのライティングの色って毎日何かをモチーフにしてるんですよ。公式サイトにライティング情報っていうページがあって、そこで今日は何をモチーフにしたライティングかを見ることができます。そしてこの日のライティングはちいかわって書いてありますね。ちいかわ、一応各キャラクターをイメージしたライティングに100秒ごとに入れ替わるって書いてあるんですが、この色は誰なんだ？ハチワレか？いやでも緑？いやごめん、全然わからん。缶を飲み終えたあたりで遠くで雷が鳴ってるっぽいのを察知したので、そろそろ帰ろうと思います。と思ったらなんだあれ、なんかめちゃくちゃでかい鳥がいますね。というわけでこんな感じで歩いて浅草橋駅までやってきたので、ここから帰ろうと思います。割と過ごしやすい気温だったので結構長いこと散歩しちゃいました。今回偶然夏祭りがあったんで行ってみたんですが、なんだか良かったですね。夏はこうやって屋台で飲む楽しさがあるなぁと思いました。と同時に他の夏祭りにも行ってみたくなりましたね。皆様も夏の間にお祭りに出かけてみてはいかがでしょうか。というわけで今回の動画はここまで。また次回の動画で